おはようございます。たかしです。本日は9月20日水曜日、ただいま10時10分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。前半はポンド円の相場分析、ドル円は後半となります。最初にお知らせです。ノートにて即戦力になるテクニカル分析を販売中です。今月はドル円の相場分析マガジンの無料クーポンを配布しています。クーポンの利用開始は本日からとなっておりますので、本日の有料投稿から無料でご視聴いただきます。詳細は Twitter の固定投稿をご確認ください。それではポンド円の冷やしから見ていきたいんですが、昨日もそうなんですが、現在ポンド円っていうのはほぼほぼ動いていない状態なんですね。動いていないというか煮詰まっているというか、ここでレンジですよね、現在は。ですので、この中の今レンジをどちらに抜けるのかっていうところを現在は見ていきたいですね。結構長い間揉み合ってますので、これ抜けた時どちらかに大きく走ると思いますので、黄色矢印のイメージで上昇していくのか、緑矢印のイメージで下落していくのか、今はどちらの可能性も半々にあると思いますので、一応冷やしでは上昇トレンド中なんですが、 GMMA の青帯を下抜けるような動きをすれば緑矢印のイメージで下落しますので、そこは注意です。今は GMMA の中にありますので、上昇も下落も半々の可能性があるっていうところは考えておいて、その中でこの小さなレンジを抜けた方についていくっていうのが今の相場になります。インジケーターは方向感がありません。ストキャスティクスは一応ゴールデンクロスはしてますけれども、マクディまで弱いですし、この動き方を見ていると汚いですので、あんまりここは当てにならないなという感じですので、今はこのレンジを抜けるのを待つのが良さそうですね。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足では現在ディセンディングトライアングルを描いているっていう話をしておりました。ここですね、うっすらと白く塗りつぶしてますが、緑の切り下げラインで上値を抑えられ、そしてこのオレンジの水平線で底堅い動きをしている、この白の三角形で囲ったディセンディングトライアングルの今先端付近に来てますよね。ですのでここからの動きを想定していきますと、通常ですとここから下抜けする可能性は高くなります。ただし日足は上昇トレンド中、そして4時間足は下落トレンド中、安値を更新、高値を切り下げてきている4時間足は下落トレンド中ですので、日足の上昇トレンド対4時間足の下落トレンドがどちらが優先されるのかっていうのを今は見ている段階ですね。ですのでこのディセンディングトライアングル完成から下抜けていった場合は、日足は大きく下落する可能性がありますし、このディセンディングトライアングルを崩してきた場合、この緑の切り下げラインを上抜けてくれば4時間足の GMMA の上に乗せてきますので、そこからは上昇に入っていくと考えられますので、今はそこを見ておきたい。ちょうど現在 GMMA の青帯に昨日ぶつかって、そこから下落するのか、それとも上抜けるのかっていうところですので、本日はそこを見ておくといいと思います。ただ FOMC もありますし、それまではあまり明確な動きにならない可能性もありますので、その辺も注意ですね。では1時間足です。4時間足のディセンディングトライアングル、そこの今先端付近に来ているのがわかりますよね。もしこの中で動くのであれば、かなり分かりにくい動きをすると思います。値幅もだいぶ狭まってきてますので、この中のトレードっていうのは難しくなってきますので、今は1時間足ですが、例えば5分とか15分足に落として、昨日ですとこの上昇の流れに乗っていくっていうことも可能かもしれませんが、三角形先細りになってますので、だんだんと値幅が短くなってきて難しくなってきますので、本日はトレードは控えた方がいいかもしれないですね。無理なトレードはしない、分かりにくいところではトレードしないというところを鉄則にやっていくといいと思います。で、先ほど言いましたように、この切り下げライン、緑のラインを超えてきてからの上昇の流れ、それからこのオレンジのライン 182.7 付近を明確に下抜けてからの下落の流れっていうのをまずは目安に見ておくといいんじゃないでしょうか。では次はドル円の冷やしからです。ドル円は現在高値圏で煮詰まってますよね。ここからダラダラと下落していくのか、一度上昇してから下落するのかっていうところを見ておきたい。一旦はこの水平線 148.7 付近っていうのが意識されてくると思いますが、現在はその前に148円というラウンドナンバーが意識されてますね。そこまで上昇していけるのかどうかっていうところを本日は見ておきたい。今夜の FOMC とあとパウエル議長の発言で148円を突破してくるのか、それとも現在地から下落するのかっていうところがある程度は動きが出てくると思いますので、その辺の動きを見てそこからの流れについていく。例えば148円を上抜ければ、そこからこのオレンジの平行チャンネルの上限ぐらいまでの上昇ですね。現在で 150.5 ぐらいになってくると思うんですが、その辺ぐらいまでの上昇を見ておきたい。そしてここから下落してきた場合は、この白の水平線145円ぐらいですね、そのあたりまでの下落を見ておきたい。今は煮詰まってますので、どちらに動くのかっ
っていうところですね。現在付近から跳ねる可能性もありますし、ここからダラダラと下落してくる可能性もありますので、今はどちらも見ておきたいんですが、基本的には上昇トレンドだということをお忘れのないようにお願いします。では4時間足です。4時間足分かりやすいですよね。現在のこのポイント148円っていう、だいたい148円っていうところが今天井になっております。ここを上抜けられるかどうかですね。ここを抜けてくればそこからの次の上昇の流れ、今この赤の平行チャンネルの中で動いてますので、ここを上抜けてくればそこから次この平行チャンネル上限、もしくは先ほど冷やして言っていたこの水平線 148.7、149円手前ぐらいですね。その辺を目指して上昇すると考えられます。もっと大きな枠、先ほど日足での平行チャンネルを考えると、このオレンジのラインぐらいまで上昇してくると思いますが、それはだいぶ先の話になってくると思いますので、まずはこの4時間足が現在動いている平行チャンネルの上限を目指してくる、そういう動きを考えておくのがいいと思いますので、現在地から上昇してきたらちょうどこの水平線にぶつかるあたりになりますので、149円手前ぐらいっていうところがターゲットになってきそうですので、本日ここ148円を抜けるかどうかっていうところに注目です。では最後に1時間足です。1時間足はかなり分かりにくいんですね。ポンド円も同じなんですが、ドル円もかなり分かりにくい動きをしております。現在は148円というところが意識されて、そこまで上がってくれば上値が重くなっている。その中でも徐々にですが安値を切り上げてきているという状態ですので、ここで小さな平行チャンネルを描いているようにも見えますし、ここで大きくはアセンディングトライアングルを描いているように見えますので、今だいぶ煮詰まっているところですので、本日トレードをしていくというよりは、まずはこの148円というところを明確に抜けるかどうか、抜けてからの上昇の流れ、もしくは抜けられないのであればそこからの失望売りについていくっていうところもありだと思いますが、まだ FOMC を控えてますので、本日はこの辺りで上値が重い状態で横横の動きをする可能性も十分ありますので、昨日もそうですが上がったり下がったりという基本的には分かりにくい動き、そして上値が重い動きをしている、そして天井になり得る148円というところがすぐ上にありますので、やはり上昇してもすぐに下落するっていう分かりにくい動きをしている中でだいぶ煮詰まっておりますので、一旦は148円を明確に抜けるのを待って、そこからの上昇の流れについていけるといいのかなと思いますが、やはり FOMC など今週は注目されるイベントも多くなってますので、まずはそのイベントを通過してからの動きを見ておけるといいかもしれませんね。分かりにくいところではできるだけトレードは避ける方が安全だと思いますので、まずはトレードをするというよりも資金を守るっていう方に重点を置いていただければいいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ポストプライムという SNS 限定でプライム投稿という有料投稿もしております。こちらは日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容です。丁寧で分かりやすい解説には高い評価をいただいておりますので、気になる方は2週間の無料期間からお試しください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。